はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、またもや北海道に来ております。以前は札幌の市場に行ったんですけども、今回は小樽の方にお邪魔しまして、南樽市場というところにやってまいりました。で、今日狙っていきたいなと思う魚介がですね、タラバガニ、大きいタラバガニを買って、今日はね、タラバガニの刺身が食べたいなと思って、お刺身を作っていきたいなと思います。じゃあまずね、見ていきましょうか。よいしょ。さあ、どんな感じ。おー、いい。うわー、好み。好きなタイプの市場。ずらーっと野菜が並んでますね。野菜があっていっぱい売ってますね。お、出た。松前漬け、筋子。これ素晴らしい。八角、ハタハタ。このハタハタでかいな。うまそう。巨大キンキ、甘エビ、シャコ一盛り1000円。そうね、小樽はね、シャコ有名ですからね。筋子も綺麗だね。綺麗なホッケだな。紋別マガレーですって。珍しいですね。わ、すごい。もう次から次へと魚屋さん。お、マカスベ。カスベが売ってますね。A ですね、要するに。で、これがカジカですね。別名鍋壊しとも言いますよね。美味しくてみんながね、鍋をつっつくんで鍋が壊れちゃうっていうことで言ってますよね。すごい品揃えですね。うわ、島エビだ。北海島エビとは違う島エビ。ちょっと違いますね。北海島エビとはまた違いますね。日本海側で取れる島エへえ、これめっちゃ珍しいですよ。うわ、これもまた珍しいな。超楽しいじゃん、この市場。カジカの子ですって。さっき切り身になってたカジカ、あれの卵です。小樽産渡りガニ取れるんですね。ぬかにしん。へえ、珍しいですね。で、八角がすごいたくさん売ってますね。で、丸の八角ってこっちのスーパーではほとんど売ってないんですよね。ここでちゃんと背中も取ってくれてあるんですね。島ホッケだ、珍しい。初めて見た島ホッケのドレス。ここの市場ね、すごく良心的。多分この観光客の人はあんまり来ない市場なのかもしれない。地元の人が結構来るような、そんなタイプの市場かなと思いますね。こちら親なんです。駅の隣に三角市場っていうところがあるんですけど、そこはもうがっつり観光向けなんです。三角市場です。三角市場。三角市場行きましょう。行きました。行きましょう。多分観光の人向けの食材が結構置いてあるんで、ありがとうございます。でかいカニがあると思います。あら、はい。よし。三角市場へ行きましょう。はい、というわけで三角市場に到着。ここですよ。ここ三角市場。お、早速カニがいる。花咲ガニちゃんですね。お、カキもいっぱい売ってる。タラバ売ってるじゃん。タラバ売ってた。めっちゃでかいな。おー、これちょっとマークしましょうか。でっけえカジカ。こっちはちょっと小さめのタラバね。いやでも今日刺身なんで行くならこっちかな。レア、タコの卵巣、花咲ガニ。あ、ここにもタラバ売ってる。うわ、ホタテすげえ。ホタテだらけだ。お、こっちはズワイですね。そうですね、これズワイ。はい。ズワイにタラバにセガニ、花咲ガニ。おお、4種類揃ってます。ガニモール、勢ぞろいだ。通路は細いんですけど、人がすごいですね。お客さんがパンパンです。これどこまであんの？めちゃめちゃ続くな。奥はなんかご飯屋さんですね。入り口のタラバ買いましょうか。すいません。このタラバを買いたいんですけど、一杯ください。じゃあちょっと、買って家に帰りたいと思います。帰宅。ただいまということで帰ってきました。買っといたカニが届いております。ではこちら出していきましょうか。うおー、すっげえでっけえな。よいしょ。ほら、うーわ、このでかさですよ。いいタラバですね。足が指3本サイズ。重さがよいしょ4キロですね。ほんでね、まだね生きてるんですよ。ほら、まだ口が動いてます。鮮度が抜群の証拠ですね。やっぱタラバガニはクール便で1日2日ぐらいだったら生きてることが多いんですね。強いカニなんですね。まあでもさすがにハサミで挟む力とかは弱いですね。そうしましたら今日はこちらのタラバガニを使ってタラバガニのお刺身を作っていきたいなと思います。
僕タラバガニは焼きが好きなんですけど、この前お店屋さんでタラバのお刺身が出てきて、とっても美味しいなと思ったので、今日はそれ挑戦してみたいなと思って買いに行ったんですよ。ほんでね、ちょっと話が逸れちゃうんですけど、千歳川っていう川に鮭がめちゃめちゃ遡上してるっていうことで、見に行ってきたんですよ。ちょっとその映像どうぞ。すごくないですか？毎年遡上はするんですけど、こんなにたくさんの鮭が遡上するのはあんまないんですって。もう川一面鮭でしたね。すごかったです。でね、水中の中の映像も見れたんですけど、水中の中だとこんな感じなんですよ。水中の中からでもすごいうようよいますよね。これイクラもこうやってポチポチって落ちてるんですよ。オスの鮭とメスの鮭両方いるみたいですね。でこういうちっちゃい魚はこれ多分ウグイなのかな、ウグイと鮭がいました。いやー圧巻でしたね。めちゃくちゃ楽しかったです。そしたらお刺身にしていくんですけども、生きたタラバガニをあえてこちら1日冷凍します。カンジャンケジャンでもこの技を使ったんですけど、生きたままのプリプリの状態も美味しいんですけど、冷凍して一度繊維を壊すことによって甘みが増すような気がするんですよね。で、お店屋さんで食べた時、あれおそらくね、冷凍してあるんですよ。冷凍してあったか知らんけど、すごく美味しいなと思ったんですよ。なんでちょっと今日は冷凍してやってみたいなと思います。大体ね、タラバの生刺しって言ったら、プリプリのものを食べるんですけど、ものは試しということでやってみましょう。よし、そしたら、じゃあまず、丸ごと冷凍すると処理が大変なので、足1本ずつ切っちゃいますか。ここら辺で。包丁研いだからよう切れる。よし、そしたらこのタラバのだるまの部分は、これは蒸しちゃいましょうか。で、蒸すときに、タラバは味噌を抜くんですって。こうやってあらかじめバッテン入れて、この味噌抜いちゃうんですわ。タラバの味噌はそこまでね、美味しくないんですよ。なんでこの味噌は抜いちゃうと。で味噌入ったままボイルしちゃうと、ちょっと味噌のシャバシャバが身に移っちゃうとか移っちゃわないとかで。まあ僕もちょっと詳しくないんですけど、抜いた方がいいらしいですね。はい、味噌が綺麗に抜けました。これで合ってんのかな？そしたらあとはこれ蒸していくだけですね。蒸し器にセットして、ちょっとお塩この中に入れましょうか。あんまり入れすぎてもしょっぱくなっちゃうんでね。で、蒸していきます。はい、茹で上がりましたと。ほんで、タラバ。こちらを冷凍しちゃいます。タラバってものすごい高くて大きいカニですけど、足が6本しかないんですよね。まあ厳密に言うと、ここにちょっと隠れてるんですけどね、ちっちゃい足が。ほら。1個隠れてるんですよ。これも足なんですけどね。大きい足は片方3本ずつしかないんですよね。まあ、正確に言うとタラバガニって言いますけど、ヤドカリの仲間ですからね。さあ、そしたらこちらは一度カリッと冷凍していきたいと思います。それじゃ1日後に移動。ピッ。はい、では1日凍りました。カッチカチです。で、これをちょこっとだけ解凍させます。完全に解凍させません。ちょっと解凍させるのがポイント。で、溶かしてる間に、このタラバのこの胴体の部分、だるまをさばいていきましょう。まずはふんどしを外します。今日ふんどしも食べてみましょうか。ふんどしのね、ここがうまいらしいんですよ。前一回食べたことある気がするな。でもあんま印象に残ってないな。このふんどしの身、食べてみましょう。そしたらここに1本包丁入れまして、ガコッ2個と。立派な甲羅ですね。飾っときたいですね。でもこれ飾っといてもね、赤い色が褪せちゃって真っ白になっちゃうんですよね。ニスかなんか塗れば多少はいいのかもしれないですけど、カニの甲羅ってね、あまり飾っとけないんですよね。で、エラを外しちゃいます。さすがに4キロのタラバガニのエラはでかいですね。すごい一見美味しそうなんですけど、ここは美味しくありません。そしたら、一つ一つこれ取っちゃいます。ばらしていきます。こっち側も一緒。はい、このような状態になりましたら、さらに半分に切った方が食べやすいです。で、この一番平らな面をまな板の方にして、で、上からザクッといくと、安全に半分に割れます。ね、結構詰まってますよね。平らな方を下にして、上からザクッと。はい、こんな感じですね。これをどんどん切っていきます。
はい、こんな感じに割れました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、そしたらこのように半氷になりました。で、今日刺身で使う部分はこの第一関節の大きいところだけですね。ここの第2、第3は僕の晩酌で焼きガニで食べていきたいと思います。そしたら、まずこの筋を取ります。取れるかなあ、動く。ボキッと割って、で、半氷の状態で、キューッと、抜けましたね。これを抜くのが大事。これで筋が入ってない状態のができました。このやり方は初めてだけど、うまくいくかなあ、やばミスりましたね。筋が取れませんでした。これゆっくりやんないと、中がまだちょっと半氷なんで。これ完璧ですね。2本ともしっかり抜けました。最初のやつは1本しか取れませんでしたね。この2本取れたらもう完璧です。ゆっくりニューッと。完璧だ。コツつかみましたね。ゆっくり抜くのがポイント。よし。ダメだ。成功率 50% ってとこですね。はい、そしたらこの状態の足を剥いていきます。ここを一回削って、で、この柔らかいところに1本筋を入れまして、そしたらこっから剥いていくと。ほら。綺麗に剥けますね。面白いぐらい綺麗に取れた。はい。タラバガニの足。ここ1個落としの1本入れて、そっから剥くと。で、ポイントはこのタラバガニの赤いところを残すのがポイント。で、これはね、急いでやっていきます。スピードが命。冷てえ。よいしょ。はい、このように剥けました。まだ凍ってます。シャーベット状です。そしたら、これを切って盛り付けていきます。なんで急いだかというと、タラバガニって身が柔らかいんで、溶けた状態だと薄くスライスできないんですよ。で、この半氷の状態が一番切りやすいんです。タコとかもそうですね。半氷の状態が一番扱いやすいです。よし、そしたらこちらを切って盛り付けていく。
はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、じゃあ食べていこう。水槽にいましたタラバガニ、こんなに立派になりました。楽しみだな。今日は生の刺しと茹で、いきましょう。まずはお醤油を。で、わさび。ちなみにタラバガニが5万円しました。高いね。でもまあ今日は北海道にカニを買いに行ったんでね。まあどこで買ってもそのぐらいしますね。そしたらちょっとこのボイル温め直します。僕最近の趣味が七輪で意味もなく炭を炊くっていうのなんですよね。なんで炭が炊けてますんで、炭の上に炭焼きで焼いていきます。では焼いてる間にタラバの刺しいきましょうか。美しいですね。よし、だいぶ溶けてきた頃なのでここら辺いきますか。わさびをちょっとつけてちょんちょんいただきます。おー、うまい。タラバガニの刺身はこうやって薄く切った方が絶対にうまいです。ポーション状でガブって食べるより生で刺しだったら絶対薄く切った方がいい。すごく味が出ると言いますかね、うまいんですよね。こうやってお皿に凍ったまま盛り付けると溶けて水気が出てきちゃいますんで、巻き酢とかを活用してお刺身で盛り付けるとまたいいと思います。ちょっと今日はどうしてもこうやってさーってやりたかったんで水浸しになってますけど、これボタンエビの刺身とかに近いですね。うまい。この食べ方はね、ぜひやってほしいですね。どんだけでもいけますね。うめえ。プリンプリン。わさびをつけてよ。醤油につけていただきます。美味しいな。どんだけでもいけますね。さあ、そんなこんなで焼きがいい頃でしょう。さあ、焼けておりました。これにすだちを絞ってシューッとちょっと炭で炙ることによってね、あったかくなるし香ばしさも増して、そして炭の香りもついてより美味しくなりましたね。よっしゃ、いただきます。美味しい。甘っ。食べ応えあるね。繊維が太くて立派ですね。こう食べやすいんですよ。ポロッと取れて。はい、ということで今日はこちらの小樽で買ってきましたタラバガニでお刺身と蒸しガニ作ってみましたけども、っていうかなんかこれだとエンディングになっちゃいますね。すいません。今日はこちらのタラバガニのお刺身と蒸しガニ作ってみましたけども、ちょっと待って。どうやって言っとったっけな。というわけで今日はこちらのタラバガニのお刺身と胴体の蒸しガニときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。今日は瓶でいっちゃうよ。はい、こちら9対1ですね。ちっちゃいコップは難しい。いただきます。うめえ。タラバガニうまいじゃない。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は小樽市場で買った巨大なタラバガニを使ってお刺身と蒸しガニ作って食べてみましたけども、どちらも絶品でしたね。タラバガニは豪華でインパクトありますね、やっぱね。お正月がもう来ちゃったんじゃないかなと思いました。いや、ちょっとまた北海道行きたいですね。次は美味しいズワイ買いたいな。これでズワイのフルコースバー作りたいですね。北海道の皆様、またお邪魔します。はい、というわけで今日もありがとうございました。バイバイ。